皆さんこんばんは。今日は東京都内にある有名な2つの電波塔、東京タワーとスカイツリーの話です。この2つのタワーですね、写真ではよく見るんですが、正直言いまして写真を見てもですね、私は大したことないと思います。しかしですね、実際に見ると特にスカイツリーはですね、見るたびにでっかいなと思います。またですね、特に夜見るとすごく綺麗で感動します。その昔ですね、私が初めて東京タワーを見たとき、あの時は夜だったんですが、私はですね、思わず指をさして、あれ東京タワーだと叫んでしまい、その時ですね、一緒にいた友人に、田舎者みたいで恥ずかしいからやめてよ、と言われてしまいました。さてですね、今日はこの2つのタワーが同じ高さに見える場所を理論的に求めて、地図上に図示してみます。どのようなですね、エリアが2つのタワーが同じ高さに見えるのでしょうか。スカイツリーは正確には東京スカイツリーという名称ですが、長いのでこの動画ではスカイツリーと呼びます。はい、まずは2つのタワーの位置を確認します。どんどん拡大します。この辺ですね。はい、これが東京タワー港区にあります。それでこれがスカイツリー、墨田区にあります。立体写真で見てみましょう。こんな感じですね。これが東京タワー、これがスカイツリーです。回転してみます。これが東京湾ですね。これが東京駅。これが秋葉原駅です。それではですね、2つのタワーを線で結んでみます。はい、こんな感じになりました。次にですね、この図を横から見てみます。はい、こんな感じになりました。地形はですね、縦が強調されていますので、実際はもっと平坦な地形になります。ちょっと移動して、はい、東京タワーとですね、スカイツリーの距離は、8217メートルになります。スカイツリーの高さは634メートルですね。これは武蔵で有名です。東京タワーは333メートルです。実際重要なのは高さではなく標高です。東京タワーの標高は351メートルになります。一方、スカイツリーの標高は636メートルになります。次はですね、どんなところが2つのタワーが同じ高さに見えるのかを図を使って直感的に説明します。ここから先の説明は少しずつ難しくなって何を話しているのかわからなくなるかもしれませんので、特に詳細に興味がないという方とかですね、早く結果を見たいという方は、理屈の部分は飛ばしていただいて構わないと思います。これがスカイツリーで、これが東京タワーです。この2つのタワーの高さが同じに見える場所ですが、まずですね、おそらく最初に思いつくのは、ここじゃないかと思います。はい、ここですね。ここに立つと2つのタワーは同じ高さに見えます。ちなみにですね、この見上げた時の角度を、仰角と言います。ここに立つと、こんな感じでですね、2つのタワーが重なって見えるはずです。この点を O とします。そしてですね、もう一つ同じ高さに見える場所で、割と簡単に思いつくのはここじゃないでしょうか。はい、ここですね。ここはですね、ちょうど2つのタワーの間にある地点で、こんな風に見えます。正面に東京タワーが見えて、ここの位置で動かずに180度後ろを振り向くと、はい、このようにスカイツリーが見えます。さらにですね、180度振り返ると、東京タワーが見えます。もちろんですね、高さは同じに見えますが、ちょっとわかりづらいかもしれません。この点を P とします。
はい、今ですね、この点 P から移動して、今この O に立っているとします。そしてですね、ここからまたちょっと移動して、はい、ここですね。ちょっとですね、東京タワーに近づきます。ここから東京タワーを見ると、こんな感じでですね、点 O から見た場合と比べて、ちょっと仰角が大きくなります。つまりですね、ちょっと高く見えます。東京タワーを見たときですね、この角度で見える他の場所は、はい、このですね、白の円周上になります。この円周上に立って東京タワーを見れば、どこでもですね、この角度で見えるはずです。一方ですね、スカイツリーを見たときに、この角度で見える場所は、はい、このですね、白の円周上になります。そしてですね、2つのタワーが同じ高さに見える地点は、この2つの円の交点ですので、はい、ここですね、この2点になります。今ですね、この赤点に立った場合ですね、どんな感じで見えるかというと、こんな感じで見えます。もちろんですね、高さは、はい、同じに見えます。次はですね、さらにもうちょっと東京タワーに近づいてみます。はい、ここです。ここから東京タワーを見ると、はい、さらにですね、この仰角が大きくなって高く見えるはずです。この角度で、東京タワーが見える、他の場所は、はい、このですね、白線の円周上になります。この円周上であれば、どこでも同じ角度、この角度ですね、で見えるはずです。そして、同じ高さで見えるはずです。同じくですね、この角度、つまりこの高さでスカイツリーが見える場所は、はい、このですね、白線の円周上になります。そしてこの2つのタワーが同じ高さに見える地点は、この2つの円の交点ですので、はい、ここになります。この2点になります。今ですね、例えばこの点に立った場合どういうふうに見えるかというと、はい、これですね。さっきと同じようにですね、こんな感じで見えると思います。もちろんですね、高さは同じです。はい、さらにですね、東京タワーに近づきます。はい、ここです。はい、ここから東京タワーを見ると、さらにですね、見上げる角度、仰角が大きくなって、より高く見えます。ただしですね、このぐらい近づくとですね、ちょっと見上げた時に首が痛くなるかもしれません。この角度、つまりですね、この高さで東京タワーが見える他の場所は、はい、この白線のですね、円周上になります。この円周上から見れば、どこでも、同じ高さで見えるはずです。同じくですね、この高さでスカイツリーが見える場所は、はい、この円周上になります。そしてですね、2つのタワーが同じ高さに見える視点は、この2つの円の交点ですので、はい、この2点になります。ここではですね、どんな風に見えるかというと、こんな感じで見えると思います。もちろん高さは、同じように見えます。勘がいい人はですね、この辺でもう気づいたかもしれませんが、このような操作を何度も何度も細かく続けると、だんだんですね、この赤点が増えていって、こんな風なですね、東京タワーを囲む円のようになります。この赤線の上がですね、2つのタワーの高さが同じに見える場所になります。これをですね、きちんと数学的に求めると、やはりですね、予想通り円になります。そんなに難しい問題ではなくて、高校で習う奇跡の問題と同じです。次はですね、これを平面図で説明しましょう。はい、上から見るとですね、こんな感じの、東京タワーを取り囲む円になります。重要なことなんですが、この円周上に立つと、2つのタワーの高さは同じに見えるということなんですが、それはですね、標高0メートルの場合に限った話で、
標高が変わるとですね、違う円になってしまいます。東京がですね、すべて標高0メートルの平坦な地形ならば、この円だけでですね、こと足りるんですが、残念ながらですね、東京の地形はデコボコしていますので、簡単ではないです。さて、繰り返しになりますが、この演習場ではですね、標高0メートルの地点において、2つのタワーの高さが同じに見える場所で、はい、0メートルですね。標高10メートルでは、こういう円になります。同様にですね、計算して求めると、標高20メートルでは、こういう円、30メートルではこういう円で、40メートルではこういう円になります。実はですね、標高を縦軸にすると、こんなようなですね、筒のような立体図形になっています。縦軸の標高は、こんな感じになります。ここで補足なんですが、実際に計算したこの筒状の立体図形がありますので、参考にお見せします。はい、これですが、これはですね、ちょうど真上から見た状態です。ちょっと動かしてみます。はい、こんな感じです。横から見るとこんな感じになります。ちょうどですね、標高は0メートルから50メートルです。東京のですね、中心地は、標高50メートル以下ですので、これで十分です。はい、こんな感じです。はい、戻します。はい、ということで、これはですね、立体図形を上から見たということが分かりましたが、さらにですね、分かりやすいように表面に色を塗ります。はい、次にですね、例えばですが、東京が、こんな地形だったとします。実際はですね、こんな地形ではないんですが、これは例えばの話です。等高線と標高ですが、こういう風になっているとします。ここがですね、標高0メートルです。はい。次にですね、この筒を一旦高くですね、真上に持ち上げて、それからですね、そのまま真下に勢いよく落として、この地面に突き刺します。どこまで突き刺すかというと、筒の底が、標高0メートルに来るまでです。それではですね、ちょっとやってみます。まずはですね、高く持ち上げて、これからですね、1、2の3で、これをですね、地面に落とします。1、2の3と、はい。地面に突き刺さりました。はい、このですね、影の部分ですね、これはですね、地中に入った部分です。この時にできた地面との境界をなぞってみます。はい、こうなります。はい、これがですね、この地図における、東京タワーとスカイツリーの高さが、同じに見える場所です。このですね、曲線上に立つと、2つのタワーの高さが同じに見えます。もちろんですね、これは説明のための図なので、次はですね、実際の地図で、見てみましょう。はい、これはですね、実際の東京の地図ですが、逆さまなので北を上にします。はい、これがですね、実際の計算結果を、本物の地図にプロットしたものです。このようにですね、東京タワーの周りを囲むちょっと歪な円になります。このですね、青の曲線上ではですね、東京タワーとスカイツリーが、同じ高さに見えます。なおですね、見る人の身長は考慮していません。この曲線はですね、Google マップにプロットしましたので、どんなところを通るのか、これからちょっと見てみましょう。はい、Google マップです。これが東京タワーで、これがスカイツリーです。今これからですね、この曲線がどのようなところを通るかをちょっと見てみたいと思いますが、この曲線ですね、名前がありませんので、名前を付けたいと思います。その名前はですね、東京タワースカイツリーラインです。はい、それではですね、この東京タワースカイツリーラインがどのようなところを通るか見ていきたいと思います。まずですね、この辺上から始めたいと思います。はい、このラインですね、新宿駅を通ります。はい、新宿駅を通った後、新宿三丁目を通って、どんどん東に向かいます。
ここに、公園がありますね。公園が新宿区立富久桜公園。ちょっと見てみますか。どんなところでしょう。名前が桜公園ですからね。多分桜の季節に行くと綺麗なんじゃないかと思いますが。はい、こんなところですね。はい、戻ります。はい、続きいきます。はい、どんどん、東に向かっていきます。これ住宅街ですね。特に何もありません。それで、あけぼの橋駅の北を通って、どんどん行きます。ここは、これ防衛省ですね。普通の人は入れません。はい、どんどん行きます。はい、これなんだろう、神社があります。亀岡八幡の、大鳥居、ここですね。ちょっとここも見てみましょうか。はい、こんな感じです。もしかしたら、ちょっとここ高くなってるかもしれませんので、見えるかもしれません。はい、戻ります。これが、市ヶ谷駅ですね。市ヶ谷駅を、通過して、公園が出てきました。この公園は東郷元帥記念公園ですね。日露戦争の英雄、東郷平八郎の、関係する公園だと思います。はい、どんどん先に行きます。はい、どんどん行って、はい、これは、これ皇居ですね。はい、皇居に当たりました。皇居はですね、周辺ビルがないので、またですね、東京タワーとスカイツリー近いですから、なんか見えるかもしれません。はい、どんどん行って、東京駅ですね。東京駅通過します。そして、ここですね、ちょうど P 点になります。ここでですね、前方と後方にスカイツリーと東京タワーが見える地点です。ここですね、ちょっと行ってみましたので、ここの動画をちょっと見たいと思います。この目の前の横断歩道上に点 P があるんですが、ここはですね、周辺が高いビルに囲まれていて、残念ながら東京タワーもスカイツリーも何も見えませんでした。ご覧の通りですね、何の変哲もない交差点です。ちょっとですね、車が多かったです。夜なので、ちょっと見えづらいかもしれません。この目の前のビルが明治のビルです。これは交差点を渡った反対側から撮った写真ですが、これですね、明治ビルです。はい、明治ですね。点 P はですね、ちょうどこの辺になります。はい、続けます。今ここが点 P で、ここが明治ビルになります。ここですね、京橋駅になりまして、どんどん行きます。これが、東映浅草線の、宝町駅になります。ここで東京高速道路を渡って、どんどん行きます。はい、どんどん南東の方向にどんどん行きます。はい、新富町駅ですね。はい、どんどん行きます。学校です。これが区立、明石小学校を通って、病院が出てきました。病院が、聖路加国際病院ですね。ここを通ります。ここで隅田川を渡って、はい、どんどん行きます。ここレストランが多いですね。これなんだ。わお。もんじゃ焼き地帯ですね、ここは。もんじゃ焼き地帯のど真ん中を通ります。ちょっとここ行ってみたいですね。はい、都営大江戸線を渡ります。はい、どんどん行きます。さざ波通りを通って、サイゼリアが見えます。ファミリーマート。晴海臨海公園水辺のテラスを通ります。はい、どんどん行きます。ゆりかもめを渡って、なんかこの辺ちょっと運河みたいなところが多いですね。有明テニスの森駅を通りまして、公園ですね。大きい公園に着きました。これが有明テニスの森ですね。なんかこの辺で見えるかもしれません。ちょっと見てみます。
これクリックして、はい、テニス場ですね、やっぱりね。ちょっとですね、写真ではですね、ちょっと見るのは難しいかもしれませんが、実際にですね、行ってみるとなんか見えるかもしれません。はい、戻ります。はい、続けます。どんどん南の方に、行きます。はい、行きます。これが水の広場公園ですね。ここを渡って、どんどん行きます。はい、南から、どんどん今度は南南東の方に、南南西ですね。南南西の方に向きを変えて、どんどん行きます。はい。平和島公園ですね。それでこれが平和の森公園。これ見晴らし広場っていうのがあるので、なんかこの辺で見えるかもしれません。ちょっと見てみます。これですね。これクリックします。ちょっと木が多いので、これはちょっと難しいかもしれません。これもですね、実際行ってみないと、やっぱりわかりません。はい、戻ります。はい、これが平和島駅です。はい、どんどん行きます。この辺はですね、多分住宅街ですね。これが京浜東北線。今どんどんですね、西の方に渡ってます。これなんだこれ公園ですね。下沢児童公園ですね。ここに何かあります。これちょっと見てみましょう。ちょっと地味ですね。これなんですよね。ちょっとここに道があります。住宅街ですので、やっぱりここもですね、なかなか東京タワーとスカイツリーを見るのは難しいかもしれません。はい、戻ります。はい、どんどん行きます。はい、住宅街をどんどん進みます。公園ですね。宮下児童公園。また、公園ですね。藤ヶ丘児童公園。また公園が出てきました。ちょっと大きいですね、これ。これが、佐伯山緑地ですね。佐伯忠博士共造。ちょっと私わからないんですけど、知らなかったんですけども、どうやら有名な人のようです。佐伯博士、佐伯博士です。はい、こんな感じです。はい、戻ります。公園が多くてですね、環境のいいところだと思います。また公園ですね。はい、ここはですね、実はですね、ラインが2つ出てきます。ここにですね、島のようなですね、ところが現れます。これはですね、地形によってですね、こういうところがたまに出てきます。ちょっとここを見てみます。本門寺公園ですね。弁天池。ここはですね、なんかちょっと高くなってるみたいですので、なんか見えるかもしれません。ちょっと見てみましょう。ちょっと、例えばこの辺で。ちょっと木があって何も見えません。ちょっとですね、こっちで見てみましょう。これ。これは何て読むんですかね。小桃園というそうです。池ですね。ちょっとここも見てみましょう。綺麗なところですね。ここもちょっと、東京タワーとスカイツリーを見るには、難しいかもしれません。はい、戻ります。はい、じゃあ先行きましょう。はい。島から離れて本線に行きます。ここまた公園がありますね。これが池上梅園ですね。はい、なんかいろいろあります。はい、どんどん行って、はい、東京都立雪ヶ谷高校を通ります。これが東海道新幹線ですね。これが、蟹久保公園。ちょっと見てみましょうか。蟹久保公園。ちょっと名前が変わってます。はい、蟹久保公園です。はい、先に進みます。どんどん行って、はい、ファミリーマート。これが雪ヶ谷大塚駅。これが田園調布学園です。ここはですね、大手になります。東京タワーとスカイツリーが重ねて見える点です。ここちょっとまだ行ってないのです、行ってませんが、この周辺にはですね、古美術、斎藤商店とかですね、ベトナム料理店があります。セブンイレブンもありますね。
ちょっと行ってみたいんですが、まだ行ってません。はい、どんどん行きます。玉川清学院ですね。八幡中学校を通ります。あ、イタリア料理をど真ん中通ります。ちょっとイタリア料理見てみましょう。イタリア料理モンド。いいですね。おしゃれですね。ちょっと行ってみたいですね。スパゲッティ。いい感じですね。はい、戻ります。はい、どんどん先行きます。なんだこれ、ちょっと、なんだろう。ちょっと見てみましょう。矢端坂。何ですかね。うん。はい、戻ります。はい、どんどん北の方に今向かってます。はい、世田谷区立東深沢小学校を通ります。コーヒーショップですね。ど真ん中走ってますので、ちょっと見てみましょう。米田コーヒー、おかげいおり、駒沢公園店ですね。はい、コーヒーショップです。いいですね。このケーキ美味しそうですね。餅みたいなのも売ってます。うどんも食べられるんですね。これいいですね。はい、戻ります。公園ですね、これは。なんだこれは。駒沢公園ですね。駒沢公園のど真ん中を走って、それで、駒沢大学も走ります。なんだこれ。ヒポポタマス。ヒポポタマスっていうですね、レストランがあります。ちょっと見てみましょう。日本式洋食レストランですね。美味しそうですね、これ。かわいい、かわいいお店です。はい、先行きます。ひふみってのが出てきました。これなんでしょうね。ちょっと気になったので見ます。はい、うなぎ料理店ですね。はい、うなぎいいですね。食べたいですね。ちょっと引っ込みました。はい、写真を見てみましょう。はい、うなぎ。いいですね。うなぎ。しばらく私うなぎ食べてませんので、たまには食べたいですね。最近ですね、うなぎ高くてですね、これ、いいお店ですね。うなぎはですね、どうも最近値段が高くてですね、なかなか食べられません。いいですね、ひふみ。はい、次行きます。ここに、日本かき氷協会っていうのがありますね。こういうのがあるんですね。はい、次行きます。ファミパン、これ何ですかね、レストランかな。ちょっと見てみましょう。ど真ん中通過してますね。はい、ファミパン、ベーカリー、パン屋ですね。はい、パン屋さんです。かわいいお店ですね、これね。美味しそうだな、これ。本当ですね、海外行くと本当に日本のパンって美味しいと思います。すごい、種類もね、ものすごいいっぱいあって、いや、本当美味しいんですよね、日本のパンって。食べたいなかわいいお店ですね。はい、戻ります。これはですね、松陰神社、吉田松陰ですね。これ有名だと思います。区立世田谷中学校ですね。区立山崎小学校も通ります。小田急小田原線ですね。それで、公園ですね。公園ど真ん中通ります。世田谷区立、大田富士356広場。どうやらこれはですね、世田谷区立大田富士見頃広場というそうです。ちょっとですね、気になるので、ちょっと見てみましょう。はい。ちょっとですね、ここはもう、かなり東京タワーとスカイツリーからの距離が遠いので、なかなか難しいかもしれませんね。ちょっとやっぱりですね、行ってみないとわからないです。はい、ちょっと閉じます。綺麗ですね、これね。やっぱり富士山が見えるんですね、ここね。もしかしたらここで、なんか見えるかもしれません。はい、戻ります。はい、先に行きます。世田谷大田駅ですね。はい、これが、新大田駅。栗原。ちょっと見てみましょうか。渋いですね。これは何なんだ。蕎麦屋さんですね。蕎麦屋。いい感じのお店ですね、これね。
お、蕎麦屋。なかなか海外にいるとですね、蕎麦もなかなか、食べる機会がないんですよね。蕎麦だけじゃなくていろんなものがあります。戻ります。はい、ここ台湾料理がありますね。はい、区立北沢中学校を通過します。居酒屋レオン堂っていうところがあります。はい、そろそろ新宿かなまだかな。はい、ここになんかホテルみたいなのがありますね。タコ部屋。ちょっと見てみましょう。ゲストハウスのようなところかもしれません。最近ですね、安く泊まれる、ゲストハウスのようなものがですね、結構多いみたいです。はい、戻ります。公園ですね。なんだこれ。ここもですね、上にこの島になってます。ここちょっと見てみましょう。こんな感じですね。ここに何か、居酒屋があります。ちょっと居酒屋見てみます。ネギッチン。なかなか雰囲気のいい、いいですね。ネギ料理を出すところかもしれませんね。ピザですね。はい、戻ります。はい、ネギ専門の、居酒屋です。はい、先に行きます。どんどん行きます。ここに、コーヒー屋さんですね。デニーズ、ファミレスです。ここはなんか公園ですね。新宿中央公園っていうところちょっと通ります。新宿ですね。ようやく新宿に戻ってきました。はい。さて、この東京タワースカイツリーラインですが、このラインにですね、最も近い道を選んで散歩道を、提案してみました。名前はですね、東京タワースカイツリー散歩道ということにします。この散歩道ですね、一周すべてだと70キロ近くあってとても長いので、何箇所かに分けて、それぞれの散歩道の出発地点と終点を駅としました。それがですね、これです。1コースが4から 7km で平均が 5.3km になります。1コースがですね、だいたい1時間ぐらいで歩けるようになってます。ただし、いろいろですね、寄り道しながらだと、もっと時間がかかると思います。この地図のリンクは、概要欄に貼りましたので、ご自由にご覧ください。次回は、実際に一つのコースを歩きましたので、その様子をですね、動画で、ご紹介します。ということで、今晩はこれで終わりです。おやすみなさい。